点でなんかもう嫌そうな顔だったので、なんてどうっていうことですよね。自分でどうしようかな、いつも日曜日やってるところが多いでしょ。そうすると土日だけでも死にちゃうない。なんで日曜日じゃダメなの？おおみたいですね。だけど後ろっていうのはね、私は土日曜もね、後ろ向きではちょっとね、うちらはもうしてたでしょ。私もはっきりしてるのは分かってるんです。分かってるからいいんですけど、分かってないリーダーたちはっていうあんなに来てくれたのにね、あなたも信頼して来てくれたわけよ、ね、一緒にやろうということでね、これからできるだけ盛り立ててね、工夫して、だからもう大人たちは成人のリーダーを応援するからっていうことで、本当スカウトを見てるのと同じ目線で見てもらいたいんですよね、できれば。でもう会社に勤めたぐらいのリーダーからはもう別にいいとは思うんですけど、まだ、ね、学生のリーダーたちはちょっともうちょっとスカウトの延長のね、事業なんかもなかなか見られないのも一つはね、私最初は145が中心になってやってたりもしたでしょ。でもやっぱりね、ああいうリーダーたちだとやっぱりなかなかね、リーダーが思うような形にならないととかね、そういうのがあるかなとはね、ずっと思ってはいたのよ。そうなんですね。やっぱりリーダーがね、こうしなさい、ああしなさいっていうのはちょっとやりたくない。地区事業もリーダーがちゃんとこれをという形にならないとなかなか OK はしない。ただ例えばそのリーダーとして意向があるのであれば、ここまでは決まっているものとして受け止めてくださいっていう形ならいいと思うんですね。例えば時間も午後で自由に考えてくださいっていうんではなくて、3時までにしてくださいって最初から言われれば、多分彼女たちもじゃあそこで考えると思うんですけど、自由にしていいですって言われて、じゃあ何時でって言ったらって言われたら、それはちょっとなっていうのがあるんですよね。ああ、来た、なんかイライラしてきた。メインになるし、旺盛だし、時間かけて丁寧にやりたいよねっていうのをまず最初に言ってほしいのよ。ただね、うまく入るかしらねとかね、それとかもう日が短くなるから、そうなの、なるからちょっと工夫がいるのと、場合によってはね、そこまで入れ込めるかどうかっていう風な出し方が普通でしょ。それをね、絶対ダメ。ズバッって言っちゃってましたからね。ちょっとこれがいかんなと。でもね、そこら辺にめげずに、もうね、ああいうリーダーはああいうリーダーとして、なるだけね、幅をできるだけ広げられるように、そしてやっぱり小学生たちともね、交流できるように。できた？いいよ、どこでも。したらさ、これほら書いてないって言ったじゃん。私も今日来てた人もみんなこれもうちょっとつけたら、これ間に1個ずつぐらい寂しいから、これぐらいになるよ。帰ってきたら水が出たとかね、足が折れればね、折れてたら結構みんな折れて頑張った私ね。参っちゃいましたね。あれ、大人のリーダーのね、ダメな点よね。本当にね。きちっとした考えがあると思うので、まあそれはいいとは思うんですけれど、それを全てに当てはめるのはちょっと。ここだけそう後でたの？社協の本部のところに勤めてた人だから、多分現場でいろんなことを見てるけれど、いろんな知恵が出せるんだよとかね、見てたらやっぱり意見も本当に違うのよね。そこのところを少し工夫すればなんとかなるみたいな、どう工夫するか、工夫が必要だよとかね、そういうアドバイスでもよくこういう企画を立てて、ね、やってくれるって。
地区事業できなかったところにこういう企画を出してくれて、で最初はリーダーの研修だけだったわけよね。それを地区事業にまで広げてくれて、よかったよかったと、クラブ長もそうだし、池上さんはやっぱりそこのところでそっちはってるからこそ、そっちで意見出してくれないと、あれはちょっと思うけれどね。これがじゃあ地区事業じゃなくて全く何もこれはしなくて、100球団がじゃあいつも通りのリーダーズクラブをするってなったら、今年はじゃあどうするんですかっていうのを逆に聞きたいぐらい。出さなくてもいいということなんだね。最近は2年に1回だったから地区事業、それでもしょうがないね、それがね、スカウトがね、スカウトのことを考えるともうちょっとね、あってもいいんじゃないかって思うんですよね。私ね、ヤングに引かれそうだからいいんだけど、かといって年長の集まりをもう一回やってみるっていうところまでいかないでしょ。何も誰も言ってくれないですよね、そういうこともね。クラブ長がやっぱりね、そういうわけですよね。なのでちょっと私、このヤングリーダーの話をしているときに、介助者としてヤングリーダーももちろんつくけれど、レンジャーを募集したらどうですかっていう話をしたんですね。一応とりあえず今年はまだそういうレンジャーの年長部門の集まりがないのと、自分たちの世代の時は年長部門の集まりがあったから、それはあった方がいいかもねっていう話で、とりあえず当日そのお手伝い係みたいな形でスタッフと一緒に動くレンジャーを募集しようかっていう話にもなっているので、そこをきっかけにしてレンジャーが集まれる。当然そうですね、もちろん、はい、出てもらう。その感覚でしょ、私たちは。ヤングの企画は全然爆発がし、もうね、シベレンジャーに考えているの頭があるって、それが当たり前でしょって、別にどこの段だってね。できるだけ早い期間にやっぱりレンジャーをサポートっていうのは9月には出しましょうね。だからそこら辺をね、分かる形でね、その18段のリーダーたち、ヤングリーダーたちは、そんなの当日来た子たちに言えば適当にやってくれるわよって言うんですけど、それは多分18段としてはそのやり方で OK だと思うんです。で、109段も当日来た中からお母さんちょっとお願いはまずいいと思うんですけど、地区としてやるとなると全員同じ情報を一定の期間で与えないとそれは良くないっていうことを話したので、それでそこまでちゃんとね、レンジャーを確保しといた方がいいっていうのは、今度パトロールをどういうふうに作るかね、そうなんですよ。ゲームをひっくるめてね、そういう風になるとやっぱりちゃんとつかないといけないし、でやっぱり人であった方がいいね。パトロール作りをするだけでもちょっと手間がかかるよね。同じマークをつけてきちんとね、目印のところに集めるとか、だからこれが簡単な形で、特に外なんか出ることを考えた時は、私はもう団に1台でも車椅子を与えて、団の責任団に任せる。ただその前には一回全員の前で車椅子の操作方法とか注意点とか、それもレクチャーしなきゃいけない。でちょっとやってみる。だからその時間がかかる。それをしっかり取った上で各団に1台でも与えてしまう。そしたら一応外に出るのも可能かなって気がしたので、だからね、外で出るんだったらそういう放送も考えられるかなと思ったので、レクチャーは取らなきゃいけない。レクチャーの時間だからそれがどうしても開会してすぐってわけにいかないのは、その安全面から考えるとレクチャーの時間とちょっとした関係もないっていうか、レクチャーをきちっと取る。でリーダーなり大人もそれからスカウトもちゃんと分かってるんだね。それで出る場合にそれと小学校にはやっぱり何台か渡すみたいな形にすれば、一応外も出られるかなって気はしたのね。ただ時間がどれだけ取れるかな、そこがね。だから最初に考えたなんとか外に出るのはできないかっていうと、そこでパトロールを全部ことで作っちゃったから外っていうのは時間的にどうかなと思ったり、まあいろいろ考えてみようとは思ってるのよ。あなたとならいろいろね、こういうケースはどうとか、こういうのはどうっていうのをいろいろ考えられるから、
だからそんなにできるのがリーダーズクラブだとね思うんだけど、なんかねあなただからめげずにやってくれるけど、これがね普通のヤングだったら18段のヤングと同じ。言われちゃいましたね。何って言ってもうやりたくないみたいなこと言われました。そうでもあなたはまあ来ないって来ない。まあ別に私はね言われる分には全然気にしてないので。だからあなたはそこを乗り越えてもらえる人だからね。そういう意見もあるんだなって書くだけで終わるので。そう私より他のヤングの方が嫌な気分だったみたいなので、だから日ね、その後ヤングの集まりを持っててくれたから、だから私よかったなと思ったんですよ。あれでね別れだったらもうリーダースクラブに幻滅して帰っちゃうでしょ。本当にそれこそリーダースクラブに来てくれなくなっちゃう。そうよあんまりね来てくれたんだから、ちょっとねあなたを囲む時間が持てただけすごく良かったなと思ってたの。もう少し今年はねヤングね柔らかく扱ってほしいというか。そうよね、そうなんですよ。ね、これから入ってくるね、いやね、育っていってくれるね、私ですから。145の斉藤さん含めてヤングは全部頑張ったの？斉藤さんを来るっていう連絡は特になかったです。今その大学生がみんな試験中なんですよ。だからこの間もみんなちょっと辛いって言ってたんですね、リーダースクラブの日程が。ただダンからとりあえず行ってきなさいって言われてるっていうのもあったので行きますっていう。結局18段だけ18段と110段もいました。で20段も、なんかマリコリーだでまた駅にいたので、そうだったの。よかったよかった。そうなんです。110、20一緒で。よかったそれじゃ成功じゃない。それでほらみんなでね話し合えただけよかったわよ。それはすごくよかった。11時半ぐらいまでやっていたので、よく付き合ってくれたわ。試験中だね。でリーダースクラブに来てなかった子も一人また遅れてきてくれた。よかったね。よかった。じゃあまあいい一歩が切れたということで。だからもうその日で決定ということと、それから9月のそこまでにもう少しいろんなことを考えて、これは例えばさ、今は、この間のリーダースクラブの時は、もう外に出るのとゲームをするのと読書をするという形で出しましたけど、それとは別にいくつかこう例みたいなのを出しておいた方がいいんですかね。例えば室内だけで終わらせるパターンはこういうパターンとかいろんなパターンを作って提示した方がいいですか。そうね、出るならばっていうのと2つってなんかね、ただほら出る場合に全部出られるかどうかもから出方も含めて、やっぱり中だけでいいっていうことであれば、多分他の段の意見は時間の制約もあるし中だけでしょっていうふうになっちゃうかなって気もするんだけれど、だからそれをね、先に深読みというか意向を考えれば中だけでもいいのかなと思うけど、出る場合にね、出られるところもなんで決闘しないのと工夫ができないなと思うからね。外に出るイコールもうダメっていうそうあらーっていう絶対もう信じられない300人までがでも18段はもう300人規模が普通なので別にできるわよってみんな言うんですよ。でいつも動かしてる人数だと多分それに比べてみんな他の段は小さい段なのでそんなに動かせないわ。その大人数を動かすのはもう18段に逆に任せてた方が私としては私よりも多分、ね、できると思うので。かかるから私それそうなんですよ。同じ子供だったらでしょ。でそんなにしっかりとね、でボーイみたいにこうやってやったら10列とか5列とかないですから。だからす
そう、特にだから訓練ができてるって胸張れるようなこともないでしょう。普通の友達ですからね。そう思ったけどね。そうなんです。だから私はもう一般の方もパトロールで一緒にしてしまおうかとは思ってるんですね。で、そうなんです。で、ヤングのみんなもそういう考えなんですよ。もう団もバラバラ、部門もバラバラで、一般の人もバラバラで入れましょうっていう形で考えているので。それで十分だけど、外に出るときにね、それが時間の中で可能かなっていうのがちょっとね、一つの考えとして、外に出るのを考えたときに、一つはそれを荷物入りの荷物が私はみたいに。